メンバーたちが出演している映像コンテンツを見ていると、撮影中のハプニングが収められた映像がそのまま放送されていることが多々あります。見る人をヒヤヒヤさせるようなシーンから思わず笑ってしまうようなシーンまで、 BTS のハプニング映像の種類は様々です。今回は BTS の放送事故についてまとめました。過去にどのようなことがあったのか見てみましょう。スターショー360のトイレ事件とは？まずは2016年11月7日に放送された韓国のバラエティ番組スターショー360でのトイレ事件についてご紹介します。番組の収録中、トイレへ行くことをどうしても我慢できなかったテテ。その時の映像がバッチリ放送されていました。ダンスやモノマネなど番組内で様々なパフォーマンスを披露したメンバーたち。テテは中学生の時に習っていたサックスをテレビ初公開しました。サックスを吹くのは実に6年ぶりだそう。ブランクがあるため上手とは言い難い演奏でしたが、スタジオの中心に立ってサックスを吹く姿はずっと見ていたくなるようなかっこよさでした。音を外して失敗するところも可愛くてキュンとします。演奏を終えたテテは自分の席の近くに戻ってきたものの、なぜか座ろうとしません。不思議に思ったジミーや司会者が、早く座ったら？なぜ突っ立ってるの？と声をかけると、テテは緊張しすぎてトイレに行きたくてと返答。久しぶりにサックスを演奏する緊張からか、トークの合間にしきりに水を飲み、結果的にペットボトル1本を飲み干していたそうです。そりゃあトイレに行きたくもなりますよね。テテは我慢できなくてと恥ずかしそうに言いながらトイレへ向かうため、堂々とスタジオの真ん中を横切っていきました。普通ならカメラに映らないように端の方から出ていきそうなものですが、テテは違います。テテの4次元な行動を目の当たりにした司会者たちは、ユニークな人です、楽しいですと言いながら爆笑していました。なんともテテらしい可愛いハプニングにニヤニヤしちゃいますね。ブライブでスタッフがサンドイッチを捨てます。続いてお伝えするエピソードは、笑えないハプニングです。2021年8月19日に、ジンと RM が配信したブライブで、スタッフによるステマ疑惑が浮上しました。BTS の知名度を利用して、知人の店の商品を宣伝させた疑いが持たれています。この日の撮影は、2人にサンドイッチが用意されていました。しかし、そのサンドイッチには、ジンと RM の嫌いなアボカドが入っており、配信を見たアーミーたちは、メンバーの好き嫌いをきちんと把握していないスタッフに不信感を抱きます。2人が美味しく食べられないと意味がないのに、好みではない食べ物を用意するなんて、ひどいですよね。RM がパッケージに書かれているメニュー名を読み上げようとすると、ジンが、また、いつ、何、食べ物の広告が入ってくるかわからないから、と、RM の言動をやんわりと抑え、これは広告？と、スタッフに確認する場面もありました。彼らは、自分たちの影響力の強さを理解しているので、このままブライブで、サンドイッチの詳細を説明すると、宣伝になってしまうのでは？と思ったのでしょうね。ジンのとっさの判断が素晴らしいです。ちなみに、このサンドイッチは広告ではなかったため、2人とも味の感想は述べたものの、商品の宣伝になるような発言は一切していませんでした。ここまでなら、なんで、2人の嫌いな食材が入ったサンドイッチを用意したのだろう？という疑問だけで済んだと思います。けれど、その後、サンドイッチを用意したカフェの SNS アカウントが、ジンと RM のブライブの画像を引用し、たくさんの笑いとバンタンコインというコメントをインスタグラムのストーリーに投稿。〇〇コインは話題のものに便乗してお金儲けをするという意味合いを持ち、いい意味では使われていない言葉です。これにより、多くのアーミーが憤慨し、カフェ側が SNS に謝罪文を投稿する騒動に発展しました。
到底信じることはできませんが、謝罪文によりますと、カフェ側は、バンタンコインに悪い意味があるとは思っていなかったそうです。また、2度目に掲載された謝罪文には、ハイブのスタッフとの付き合いはないと書かれていました。しかし、過去には、問題となっているスタッフのインスタグラムの投稿に、カフェのアカウントが仲の良さそうなコメントを残していたことがあります。それに加え、スタッフが当該カフェのケーキの写真を投稿していたことも、このカフェのケーキは、ジンと RM のブライブでも用意されていましたし、2021年の J-HOPE の誕生日にも用意されていました。どう考えても、スタッフとカフェはつながっていますよね。今回の出来事は、ハイブのスタッフが BTS の知名度を利用して、知人の店の商品を宣伝させたようにしか見えません。ある意味、とんでもない放送事故です。これからは、このようなハプニングにメンバーたちを巻き込まないでほしいですね。ブライブに左遷が映り込んだ。2019年2月17日に開催された BTS ワールドツアー Love Yourself の福岡公演が終わった後、ホテルの一室に集まって J-HOPE の誕生日をお祝いする様子がブライブで配信されました。アーティストへのストーカー行為を繰り返すファンのことを左遷と呼ぶのですが、ブライブの配信中、左遷が映り込んだのではと、ネット上で大きな話題に。動画には、開けたドアの隙間から部屋の中を覗いている女性の姿がありました。カメラにしっかり映り込んでいるので、メンバーたちも気づいていたとは思いますが、何事もなかったかのように撮影を続行。彼らが全く驚いていない様子から、あれは左遷ではなく関係者なのではという意見も浮上します。ただ、ブライブと同時刻くらいに、BTS のファンと思われる人物が SNS に、ブライブが始まった瞬間、部屋に乗り込みに行ったとの書き込みを行ったこともあり、騒動は大きくなるばかりでした。この騒ぎは瞬く間に広がり、所属事務所が声明を発表する事態に。事務所の説明によりますと、動画に映り込んだのはスタッフであり、ホテルは外部の人間が入れるような構造ではない。アーティストの保護は徹底的に行っているとのこと。部屋に乗り込みに行ったと投稿していたファンの書き込みも、ふざけて書いたものということが判明。いくら表現の自由があると言っても、誤解を招くような投稿はするべきではないですよね。とにもかくにも、左遷に侵入されていなくて本当に良かったです。もっとも、部屋を覗いていた人がスタッフなのだとしたら、どうしてこっそり覗くような行動をとったのでしょうか。何か事情があるのかもしれませんが、左遷による盗撮や侵入に見えなくもないですし、極力ややこしい動きは控えてもらいたいですね。アーティスト保護がかかったジョングク。最後は、笑える放送事故を見てほっこりしましょう。BTS の映像コンテンツを見ていると、メンバーたちの変顔や露出部分を守るために、アーティスト保護がかけられているシーンをたびたび見かけます。今回は、ジョングクに対するアーティスト保護に注目してみました。2020年10月27日に公開された RUN BTS 2020 EP113 で生徒役に扮したシュガ、J-HOPE、RM、ジミン、テテ、ジョングクの6人が先生役のジンの目を盗んでこっそりお弁当を食べるというミッションに挑戦します。ジンがホワイトボードに文字を書いている間は食べることが可能で、生徒たちの様子をチェックしている間は食べ物や飲み物を口に含んでいる状態であってもそのまま静止しなければならないルールです。ジョングクがドリンクを飲んでいる最中、ジンによる何度目かのチェックが始まりました。飲み物が口に入っている状態ですが、動いてはいけません。ジンはここぞとばかりに変な動きをしてジョングクを笑わせようとします。ジョングクはそんなジンの攻撃に耐えきれず、飲み物を吹き出してしまったのでしょう。次の瞬間、アーティスト保護のための代替映像として、水面が
勢いよく爆発する映像が画面いっぱいに映し出されました。代替映像の勢いの良さから相当激しい吹き出し方をしたということがわかります。アーティスト保護後のジョングクの服が濡れていたり、床に水たまりができていることからも、その激しさが伝わってきますね。何回見ても笑えるハプニング映像です。まとめ。今回は BTS にまつわる放送事故をご紹介しました。スタッフによるステマ疑惑や左遷の映り込み疑惑のような映像は見ていると心が苦しくなりますが、テテのトイレ事件やジョングクのアーティスト保護のような笑えるハプニング映像はほっこりしますね。これからもメンバーたちの可愛くて面白いハプニング映像を楽しみにしたいと思います。